はい、おはようございます。経済金融コメンテーター、荒竹貞夫でございます。今日も日経新聞中心にニュースをお話ししていきたいと思います。ちょっと喉がまだイガイガしております。今日も日経新聞日曜版なので、中身がまたスカスカでございます。その中で貯め置いた記事でですね、資産運用の参入要因にということで、今までその複雑な日本証券村のルールっていうのがいっぱいあって、外資の方が来ても、実は十分に活躍できないような状況でした。でもう日本はその、独自にガラパゴス化して、発展してきた日本の運用業界なので、グローバルももちろんできてないし、世界と共通基盤もないしということで、いろんな複雑なルールがあったんですね。で、それを、運用会社は運用だけに特化して、事務部門とかはまた別の会社がアウトソーシングで受けれるようにしようというような話です。一番代表的な会社でしたら、日本資産運用基盤っていうね、大原くんっていうのがやってる会社とか、既存の伝統産業で言えば、三菱 UFJ の子会社に、日本マスタートラスト信託銀行というのがあります。これ皆さん聞いたことないと思うんですけど、今まで年金の運用受託、年金資産の管理とかをね、やってる別名マストラと言われてるんですけど、このマストラとかあるんですが、そういうところがいわゆるバックオフィス業務を基本的に全部引き受けるというようなことを言ってます。こうやって金融庁さんからリークは出るものの、果たしてその運用業界にそれだけの自主独立の寄付があるかどうかですね。はい。今までお役所の言う通りと親会社が言う通りやろうかっていう状況でここまで来てますからね。あとニュースとして面白いなと思ったのは、これ面白いですね。高速道路に物流カートレーンを作ろうっていう話です。おもろいな、これ、と思って、運転手さんが足りひん言うてんだけど、またこれがスピード感が全然なくて、10年後ですって。10年後。全然ダメじゃん。思いついたら1ヶ月後に実験ぐらい着手しろよと。もうびっくりしますね。イメージはね、中央分離帯にゴルフ場のカートみたいなやつ、リモコンで動くゴルフ場カートみたいなやつのレーンを作りますと。で、そこをですね、例えば時速80キロとかで、ビュンビュン流すんでしょうね。うん。で、これなんていうのかな。高速道路の中に、そういう無人レーンを作る。東京で言えばゆりかもめみたいなやつとかね。大阪で言えば南港にあるやつですよね。ああいう感じの無人モノレールみたいなのを作ってね、ビュンビュンそこで飛ばすってやつで、これ面白いと思いますね。で、残念なことに東京に再び企業が集まってきてます。東京一極集中になってますという、はい、上げたり下げたり日経新聞ということで、一時期はですね、東京を離れて郊外に出ていきましょうよと。遠距離でも仕事できますやんって言ったけど、結局、すいません。全部東京にまた集まってきましたという、もう、花から予想されてる結論じゃん。だって日本はさ、許認可権限が全部東京にあるんだから、ちょっとでも役所と絡みのあるところで、東京に事務所を置かずにできるはずがないよね。前からずっとね、冗談で言ってますけど、銀行の頭取って3つ単語知ってたら生きていけるっていう、昔揶揄されてて、3つの単語、もう一度言いますよ。部下が、こういうことやりたいんですって、頭取に言いに来たと。で、頭取は何て答えるかって言ったら、ちょっと待ってお前。前例はどうなってるんやと。ね。俺の前の経営者はどう判断したんやと。前例はどうなってるんや。二つ目。他社はどうだと。他校はどうだと。うちだけが突出してるんじゃないだろうなと。ね。他校で成功事例、失敗事例あるのかと。で、三つ目は、お役所は何て言ってんだと。所管官庁は何て言ってるんだと。でないと俺は判断できないって言った頭取がいるとかいないとか。大阪弁で言えば知らんけどってやつですね。はい。漫談です。この中国発 EC がニュースになってるんですけど、このね、ティームっていうの支援ってやつ
時々僕も広告出るんですけど、なんかね、べらぼうに安いんですよ。べらぼうに。普通1000円ぐらいしそうなやつが、100円とかで売ってるんですよ。まあ、釣り広告なんでしょうけど、ちょっとね、これ TikTok と一緒で、なんか世界中から個人情報を集めるためにやってんのっていう。特にこの、ティームーか。ティームー。これ、なんかややこしいんだよね。よくわかんない。まあ、自分はなんか気色悪くて使う気がしないなと。まあ当然 TikTok も使う気はしないんですけど、この Temu とシーインか。この二つはちょっとなんかややこしそうな感じがしますね。はい、わかりません。あとですね。あ、そうそう、以前のね、日経新聞の日曜版ってのはこういうのが充実してたんですよ。これ。物価高響きマイナス成長もということで、前からずっと言ってるように、これ多分ね、7、9月の実質成長率はマイナスになる可能性があるんですよ。で、なぜかというと、みんなが物価高で、スーパーで買い物するときにヒュッと手が縮むんですよ。で、この縮むことがみんなでやると、高速道路の大渋滞のように、ヒュッヒュッってこう、手が縮む。で、これを背中を押してやる施策が必要なんだけど、岸田内閣は解散もできない。年内減税もできない。ということで、打つ手がないということです。はい。まあ、これはもう残念ですね。でも、奈落の実績が出るのを今ちょっと待ってるんですけどね。内閣府というところが成長率を出しますので、まあ、これをちょっと今、待ってる状態です。世界の新規上場低迷、当たり前です。はい。こういうことが起きない、上場とかなんとかっていうね、経済活動が活発にならないように今、金利をガンガン上げてるわけですから、おまけに中国で景気が減速してると。これも多分間違いないですよ。ね。4%、5%成長してますって言ってるけどな、嘘だろうと思ってるわけ。で、現実に、銅とかですね、塩化ビニールとか、まあ、いわゆる石油もそうですけど、実需と言われているものがみんな値が下がっていってます。ということはやっぱり中国は相当厳しいぞということで、まあ今のこのブレーキがものすごく効いてるというのが、まあ今新規上場投資低迷の背景です。金利コストが高くなるから当然ですよね。求めるリターンオンエクイティも当然高くなりますから、これから企業を考えている方には今あんまりいい環境じゃないと。また、金融緩和2年以内ぐらいには必ず来ますからね。だいたい2年単位ぐらいでこう上がったり下がったりするんですよ、金利って。だからそういう、まあ今上がってるから、上がってて大変だってやるのが、まあマスコミさんの悪い癖なので、まあそれはそういう時期だというふうに思ってください。はい。今日はこんなところでニュースがないのでやめさせていただきます。ありがとうございました。面白いと思ったらチャンネル登録お願いします。